こんにちは、たかしです。本日は11月25日土曜日、週末ですので、来週27日からのポンド円、そしてドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですので、使い勝手のいい方をご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね、ここ1週間結局ずーっと連続陽線で終えた感じですね。金曜日も結構上昇してきた中なんですが、ただ直近のこの高値を今金曜日で若干上抜けてはいるんですが、抜け方がちょっと微妙ですよね。明確な抜けにはなっておりませんので、もしかすると月曜日ここでのダブルトップが意識されて下落していく可能性というところも考えておきたいです。ここのところの上昇、今週の上昇を見ていると連続陽線なんですよね。強い陽線で上昇してきておりますので、月曜日もこのまま高値更新をしてくればもう一段上昇していくとは考えられるんですが、現在はすでに直近の高値も上抜け、過去のこの最高値付近も上抜けてきておりますので、そうするとここからはいつ下落してもおかしくない、そういうところには入ってきますので、そこは注意ですね。ストキャスティクスはそこそこ高値圏に入ってきましたが、もうちょっと上昇余地がありますので、もう少し上方向には動くとは考えておりますが、いつ天井を作るかわからないというところも注意が必要です。では4時間足です。4時間足、ここ1週間の動きを見てますと、結果的には一度下げてからの上昇、そしてこの上昇の仕方ですね、ここに1時間足単位で綺麗にトレンドを作っているの分かりますか？ 4 時間足では小さなトレンドですが、ジグザグという上がったり下がったりという綺麗なトレンドを描きながら上昇してきてます。ただちょっと上昇の角度が急すぎなのかなというふうに思います。で、過去のこの動きも見ていただきたいんですが、ここ横横の動き、黄色のボックスの中は横横のレンジでしたよね。で、レンジからの急騰しての下落になってきました。今回も同じように黄色のボックスの一旦下限を攻めまして、そこからの上昇になってきております。で、結構この上昇の角度が過去のこの角度と似てますよね。ということは上昇の勢い的には結構急騰に近い勢いで上昇してきておりますので、この上昇は注意が必要です。前回と同じようにこの最高値付近からの下落に週明け入ってくる可能性がありますので、今は一旦ストキャスティクス高値圏にありますので、まずは調整の下落を待ちたい。そして調整の下落後の再上昇っていうところをイメージするんですが、次の上昇が金曜日の高値を明確に上抜けられないと、現在は先ほど冷やしでダブルトップっていうことを言いましたが、ここでのダブルトップを作って下落する可能性があります。イメージとしては一回調整を待って次の上昇、そしてその上昇がこの金曜日の高値を超えられなければ、ここから再び下落していく。ダブルトップの中でさらにダブルを作ってくるって感じですね。大きなダブルトップの中で右側でさらにダブルトップを作ってくるみたいな動きをする可能性がありますので、そこは注意ですね。まずは4時間足のストキャスティクスのこの過熱感を解消しに一旦の調整下落を待ちたいところです。では1時間足です。1時間足では綺麗に上昇トレンドを描いておりますよね。GMMA の青帯に接触してからの上昇。ただ金曜日、この木曜日から金曜日にかけての押しっていうのが日柄調整を行っております。横横の動きですよね。その上下の動きじゃなくて横の動きで GMMA の接触を待ってからの上昇になりました。この動きはちょっと難しいですよね。ここで明確なレンジとかを組んでくれてたら、ここからエントリーもできたんでしょうけれども、このダラダラと下げてきて、そこから GMMA に接触しての上昇になっておりますので、金曜日のこの上昇は難しかったのかなと。ただ月曜日ですね、また GMMA の青帯と今距離が離れてますので、まずは GMMA の青帯にじりじりと下落してくるのを待つ。そこからのこの金曜日の上昇と同じ感じで、青帯接触からの上昇ってなってくる可能性を今は見ておきたいですね。ただし先ほども言いましたが、日足ではダブルトップの可能性がありますので、一旦下落後の上昇が金曜日の高値を明確に抜けられるかどうかっていうところに注目です。抜けられなければそこからの下落になってくる。1時間足の GMMA の青帯を下回るような動きになってくると、そこからは大きめの下落になる可能性があるので、そこは注意ですね。こんな感じ、GMMA の下に一度突き抜けて上昇するんだけれども、 GMMA がこういう風に動いてくるんですね。なのでそこで抑えられて下落していくみたいな、こんな感じですね。GMMA の青帯を下抜けると、今上向きの青帯がだんだんと横向いて下向いてきますので、そこに今度レジスタンスされて下落していくみたいな動きを作ってきますので、そうなると1時間足では下落トレンドに入っていきますので、そうするとこちら側に左の山がありますけれども、この左の山、右の山っていうところでのダブルトップ
での下落なので、再び黄色ボックスの下限 184.5 付近を目指して下落する可能性があるので、そこは注意ですね。基本的には GMMA に接触して上昇してきてますので、月曜日もまずは一旦の調整下落を待って GMMA 付近からの反発上昇を見ておく。反発上昇が弱ければ大きく下落する可能性を考えておく。そのあたりをイメージしておくと分かりやすいと思います。では次はドル円を見ていきましょう。まずは日足からですね。こちらもよくわからない動きをしてきております。ここから大きく下落するのか、それともまた上昇に戻していくのかっていうところなんですが、現在は GMMA の青帯に一度下抜けてそこから戻せるかどうかっていうところですね。ただ今週は戻しきれなかったっていうそういう事実もありますので、もしかすると来週はこの平行チャンネルの下限ぐらいを目指して下落してくる、もしくはこの白い水平線ですね、145円ぐらいを目指して下落する可能性を考えておきたいです。現在大枠ではオレンジの平行チャンネルの中で動いている。その中で上値をだんだんと抑えられてきて、この平行チャンネルの上限に到達できなくなって、そこからダラダラと下落してきた感じですよね。なのでこの日足の GMMA の青帯を明確に上抜けられないのであれば、もう一段安っていうところを考えておきたいので、週明けもし GMMA の青帯の上に乗せてくれば、一旦直近最高値の152円ぐらいまで上昇していくと考えますが、もし乗せられないのであれば、ここからオレンジの平行チャンネルぐらいまで下落していくと考えます。では4時間足です。4時間足は緑のボックスの中に戻してきたんですが、ボックス下限に張り付いておりますので、ここからまたダラダラと下落していく可能性がありますね。ストキャスティクス今高値圏から徐々に下げてはきております。マクディのこのモメンタムも減ってきておりますので、ここからダラダラと下げていく可能性もありますし、現在は4時間足の GMMA の上限、この一番外側のラインが意識されて、そこで反発しているんですよ。ですので、この GMMA の青帯を明確に上抜けられれば、そこから次は緑のボックスの上限を目指してくると思います。これ先ほど日足の GMMA で上値を抑えられているっていうのと一緒ですよね。現在は4時間足の GMMA と日足の GMMA で上値を抑えられて下落するのか、それともここを突破してくればもう一段上の152円を目指して上昇できるのかっていうところですので、まずはここの小さなレンジ、ここをどっちに抜けるかっていうのを週明け見ておくと良さそうです。では1時間足です。1時間足を見ているとほとんど動いていないんですよね。今週は下落から始まって上昇してきた、その行ってこいの動きになっているんですよ。月曜日火曜日と下落して、火曜日水曜日と上昇した、あと木金はほとんど動いておりませんので、基本的には1時間足の GMMA は上を向いてますけれども、ここ下抜けしてくる可能性もあるので、まずは1時間足のこの上昇トレンドを崩すかどうかというところを見ておきたいですね。この上昇トレンドを崩してくれば、もう一段下落していく、4時間足の下落トレンドに戻っていく可能性があるんですが、この上昇トレンドを維持しているのであれば、再び、先ほど言いました152円を目指して上昇していく可能性がありますので、今は4時間足も日足も、そして1時間足も GMMA に接触している、そういう状態なんですよね。ですので、どちらに行くのかがわからない。上がる可能性、下がる可能性はどちらも 50% ずつですので、なので現在のこの揉み合いですね、だいぶこの先細りになってきましたけれども、この揉み合いをどちらに抜けるのか、上に抜ければ上昇しやすくなりますし、下に抜けてくれば4時間足の下落トレンドに戻っていきますので、その辺見ておくといいと思います。ただし、もしこの揉み合い上抜けた場合ですね、直近のこの高値、この150円というところ、しかも切り番ですので、この高値の150円は意識されてきますので、この揉み合いを上抜けたとしても、150円から再び下落していくっていう考え方もできます。ですので、動きとしてはこんな動きをする可能性ですね。なので、その動きには注意ですが、基本的には上抜ければ4時間足、日足の GMMA の上に乗せてきますので、上昇しやすくなることも確かですので、その辺を見ておく。150円を明確に上抜ければ上昇しやすくなりますし、150円で再び下落していくっていうことも考えられますので、今4時間足は下落トレンド、その中で1時間足は反発の上昇をしてますが、どこまでこれが上げていけるのか、一応節目としては150円を意識しておく。そしてそこを超えてくれば152円ぐらいまで再び上昇する可能性がありますが、まだ4時間足の下落トレンドで4時間足の目線が切り替わるのが 151.5 付近になりますので、この高値ですね。この高値を明確に上抜けるまでは4時間足の目線は下ですので、その辺は注意が必要です。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。毎日更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を更新しています。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。限定動画はその知識の宝庫です。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意しております。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントも投稿しています。有料投稿で適切
切な自己投資と時間投資をすることも大切です。詳細は概要欄をご覧ください。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。